長期で旅行に行ってて、あはは。それから結構歩いたりとかしたので、はい。なんか足のこう表面の感じとか、ああ、ほふくらはぎの裏側ところうほうとか、ほなんかちょっと違和感っていうか、う。はい。気だるい感じがしますね。あ、なんかよくたくさん歩いたっておっしゃってましたかね。そうですね、たくさん歩きました。ああ、それもありますか。なんか、飛行はい。機も長かったので、あ、そうですか。それ何時も、間ぐらいいましたんですか。合計多分15時間ぐらいおお、すごい。ですけど、はそれはあります。こっちも見てもいいですかい。ね。右の方があれですかね。どっちかちょっと気になりますかね。まあ、ここのね、以前、怪我された場所とかも関係あるかそうもしですね。れないです。うん、結構、測定のこの足の裏のこの辺の、ここのが詰まりもあるし、あとは、すねのやっぱり、そうですね、この辺がちょうど、蚊に噛まれてますけどね、ここね。あ、いや、本当ですか。蚊ってほら、あ、なんか、気づいてなかった。蚊はね、なんか二酸化炭素とかほら、熱を探してくるじゃないですか。だかはい。ら結構、その、疲れが溜まってたり、あ炎症があるところが、いや、これ本当によくある感じで、そうなんですね。だから、ここに熱がこもってるよみたいな感じで来るようなところがあるんで、まあ、毎回そういうわけじゃないとは思うんですけど、まあ、そういうのは結構重なることあるような気がします。いろんな患者さん見てると。なので、この辺はこういうところとか、足の筋肉を動かす、動きにくいとも先ほどおっしゃってました。こういう足の、まあ、この足で、手でいうとこの筋肉とか、あとは足の裏のこういうところとかを刺してあげると動きが良くなるかなとは思いますかね。じゃあまずそこからやってみましょうかね。はい。はい、じゃあ仰向けになっていただきましょう。じゃあ、今こうやっていただいてもやっぱりこの辺の張りを、感じますよ。ご自分も今ね、うんうんとおっしゃってました。こういうとことかに結構細めの針でいいと思うんですけどね。こういう、固まってるような感じのところ、こわばっているところが、多分ここが普段歩かれている時に、ここ足を上げる時に負担が多分集中してた場所だと思うんですよね。こういう、そうですね。ね、ここですから、こういうところにこの筋肉の隙間がなんていうんですかね、こういう風になってて、綺麗に動いてくれてたらいいんですけど、それがだんだん疲れてくるとギシギシってなってくるみたいな、これがまあ凝ってるような感じですよね。で、ここに針をスッと通してあげるとぐっとスペースが広がるんで、その状態でちょっと置いといてあげると、だんだん前回ね、針ってストレッチみたいな感じなんですって言ったと思うんですけど、だからちょうど今爪でちょっと押さえたんですけど、こういうギュッとなっちゃってるところに針をグッと押してあげると、スッとスペースが広がって、でしばらく置いとくとだんだんほぐれてきて、でその形を筋肉が記憶するじゃないですけど、で広がった状態で、しばらく結構ね、それでずっとだいぶ調子がいいってこともあるんですけど、そういう感じのを、こっちもそうですし、こっちはちょっと何先生、この足の形ちょっと映してもらっていい？指の形ちょっとね、やっぱ右と左で特徴があるんですけど、こっちの方がちょっと親指落ちてるような感じがあるんですよね。でこういう時は、足の筋肉、こっちから親指、人差し指、中、小指、小指って並んでるんですけど、これをたどっていくと、これとかですかね。この辺とかですよね。ギエーってなると思うんですけど、これがちょうど、ごめんなさい。これがちょうどこの親指に通じてる、ここの筋肉がちょっと沈んじゃってるっていうんですかね。そういう風になってるんで、この左右差とか、ここがちょっと沈んでるなっていう感じに見えるんで、ですからここをちょっと針で、ちょっとここは多分深めに刺して、でクックックッと持ち上げてあげるような感じにしてあげると、だいぶ動きが良くなって、まずこれで結構ほぐれるんで、結構こうやって当ててるとね、なんか広がっていく感じがするとか、そういう、今どんな感じですかね。なんかちょっとなんかちょっと暖かくなってきた感じしああ、ます。結構そういう感想を、はい、伺いますね。まあ、金ってすごく柔らかいですよね。金箔になったりするし。
ですごく重たかったりとか、密度もすごい、今動きましたね。うんね。そうそうそう。だからこれが前回カタンとかやってる時にビクって、あれも細い刺す金の針でしたけど、こういう感じでこう引っかかりをこうやって刺さない針でこういい角度であといい強さでこうやって当ててあげるだけでも結構体ってこうほぐれていくんで、これが金とさっき金でやってたんですけど、ちょっと違うんですけど、形の似た銀で次やってみようと思いますね。多分ね、感覚ちょっと違うと思います。さっきと同じ、同じ場所に当てましょうか。これ、さっきと同じ金をまず当ててみますね。こういう感じ。で、次、銀で同じように当てます。なんか違うかな？どうですかね？なんか銀の方がちょっと鋭い感じがしあましたが。銀はなんていうんですかね、どう違うんですかって言われたら、なんか高校とか中学校の化学の話と、銀は反応性が高いんですよね、金と比べて。金ってほらすごい安定してるから、古墳とかなんかピラミッドとかがずっと昔のピンピカピンのままで見つかったりするんですけど、銀は結構錆びて見つかることも多いんですけど、なんか塩化銀、硫化銀とか塩とか硫酸とかそういう硫黄とかにも弱かったりするんですけど、例えば貴族がこう毒を盛られたら銀食器の色が変わってっていう風に、その銀もそもそもそういう反応しやすい性質があるんで、こうひっつくってことはつまりこう引き寄せるってことなんで、素材自体が金属自体なので、もしかしたらそういう特性も、この皮膚の接触でも感じられたりするのかなっていうか、だいぶ緩んできましたけど、ちょっと足指動かしてみられますか？多分ね、なんか緩んでますね。感じがねすると思います。なんかパキパキ。可動域が広がって、ここ小指なんか鳴ってますね。小指鳴ってますね。これはちょっと骨はまってないかもしれないですね。なんかそんな感じしますね。なんかほら柔道とかで肩が外れたら腕引っ張りながらはめるとか言うじゃないですか。今もちょっと引っ張りながら方向を変えてはめ直してあげてる感じなんですけど、ちょっと左と揃いましたけどね。うん。このぐらいでちょっとまた動かしてみましょうか。鳴らなくなった。ね。また鳴るか、でも鳴らないです。動かしやすさもちょっと違うんじゃないですかね。なんか小指伸びた感じしますね。ねえねえ。だからこっちとも揃いましたし、ちょっとなんか本当にだからこう関節ってこうなってるんですけど、これがちょっとずれてるとなんか引っかかっちゃうんですけど、一回引っ張ると多分軽く外れるんですよね。一回軽く外して、もう一回ここかなっていうところにグッと戻してあげると、今みたいにいい感じではまりますね。はい。じゃあ、これは、だいぶね、スベッとしましたね、触った感じもね。こっちはでもやっぱり、ここがきついですよ。押さえてみますね。ここやっぱりね、だから今もちょうど親指がぴょこって反応したんですけど、次もうちょっと小ぶりのやつですね。こんなやつ。でもこれも同じで、こう、手元のところが四角く絞ってあるんで、なんか釣り合うやつがやっぱあるんですよ。これはやっぱり、さっきの右足に使った長い丸いやつだとちょっと丸すぎて、これだと、多分よりしっかり入ると思いますね。
まあ、この後ね、1本ぐらい、2本ぐらい刺してもいいかなって感じありますけど。起きた。かなって感じありますけど。起きた。っていう感じで、別に電気流してないですから。別に電気ついて電気流したぐらいビってなりますね、なりますよね。こう別に電池とかついてないんで。で、ちょっとだけやっぱり親指の形も変わってるんですよね。親指の形っていうか、その引っ張られ具合っていうんですかね。ですので、ここもですね、本当になんか結構新旧の学生さんとかにちょっと来てもらったりちょっとアドバイスとかする時もあるんですけど、結構なんか我々みたいにやっぱりこういう仕事してるとなんかツボを見つけられるようになるんですよね。で患者さんとか学生さんとかも「なんでわかるんですか?」とか「ああそこです」とか言って見つけられたとか患者さんだとは言うんですけど、それはどういう感じなんですかってやっぱよく質問されるんですけど、身近なやつで言うと多分ちっちゃい頃とかに小学校でこうなんか鉛筆じゃないわ、まあ、鉛筆でもいいんですけど、ほうきとかを逆さにして柄の部分を指の上に乗せてバランス取る遊びとかしたことないですか？こうやって「あ落ちる落ちる」とか言ってやったことあると思うんですけど、あれと似ていてこうまっすぐこうバランスを取るみたいな作業なんですけど、これをだからこうやって探していって、あここ引っかかってるなみたいな、この引っかかり具合の突き上げ感っていうんですかね、これと合う針を選んで当てていく感じなんですよ。だからでこれでだいぶほぐれたんですけど、できればでもここはなんか一本にここきついでしょ。痛いですよね。ここはまだ引っかかりがあるんで、ここはちょっと普通の刺す針ですねを刺してあげたらいいかなと思うので。はい、じゃあ先ほど刺さない針で、結構ほぐれてきたんですけど、特にこっちとかこっちも1本ぐらいいっといいと思うんですけど、刺さないやつだとちょっと力が足りないって感じですかね。圧力が足りないんで、例えばここですね、桜井さんも多分なんかあーって感じがあると思うんです。こことあとさっきのこっちの方ここですねは、ちょっと刺した方が良さそうなので、深さとか強さの感じからこれは2寸の金の6番がちょうどいいかなと思ったので、こちらの方で刺していきます。だからさっき刺さない針も大きさとか長さいくつかあったと思うんですけど、それも一緒でこう一番いいやつを選んでるんですね。ここですね。ここに本当に今日のなんか桜井さんのご様子だと本当になんかピンポイントのところにちょっとこうやって当てとくだけで良さそうな感じがしますね。なんかさっきのでも結構変わりました。ああね、なんかさっき合間で結構動かしてらして様子変わって、なんかなんかさっきは一番最初の時表面の感じが気だるいとか重だるいとか言ってたかな。そういう感じがちょっと軽くなった感じですか？どんな感じでしたかね。なんていうんだろう、なんかちょっとこわばってたのかなって思うんですけど、最初表面の方が、はい、それがその表面側がちょっとこう緩んできて、はい、なんか筋肉もちょっと緩んだのかわかんないけど、はい、なんかなんていうんですかね、ちょっと気だるい感じが抜けたって感じですかね。ああ、そうです。そうですよね。こう、皮膚っていうか表面って中の状態がね絶対反映されてると思うので、ここはちょっとだけ針進めてみます。手が進めます。この
親指と人差し指のちょうど間ぐらいの筋肉なんですけど、こうつながってるの。これの突っ張りとちゃんと力を合わせようと思ったら、右足はね、さっきほんとちょんとちょいちょいぐらいでよかったんですけど、こっちはもうちょっと深いところに届けないと、ちょっといいところで釣り合いというか、合わないかなっていう感じですね。そう、ほんで、この金の針は柔らかくて、すごいこう、しっとりしてるんで、もうちょっとずつ進められるんですよね。今多分秒速、ナメクジとかカタツムリより遅いと思うんですけど、ゆっくりステンレスってこう滑っちゃうんで、スポーンっていっちゃうんですよね。だから結構他の患者さんの感想でも、他の多分ステンレスの針の鍼灸院さんだと、トントントンって打って電気流してって感じのイメージだったんですけど、って言って、ここの針はなんか一本一本じっくりですねっていうのは結構言われるんですけど、そもそもやっぱりこう、金がこうじっくりこうずっと、そういう刺してるところのだけ撮った動画もあるんですけど、ゆっくり微調整が、私も学校ではもうステンレスの針、まあちょっとだけ一部、まあでもなかったですね。ステンレスの針ばっかりで教育訓練を受けてたんですけど、自分でたまたま学会かなんか参加した時に、こう金の針扱ってる針屋さんが出店してらして、買ってみて自分に刺してみたら、なんかこれ全然違うなみたいな感じで使い始めたんですけど、やっぱりなんか針の刺し方もやっぱりね、患者さんの感想でも言われてますって言ったんですけど、変わりましたよね。こんなにゆっくり刺せないんですよ、ステンレスの針ってこう滑っちゃう。もう無理なんですよ、こうスーっていっちゃうから。だからなんかポンポンポンと打ってっていう感じの打ち方になっちゃうんですかね。今でも抜いていってるんですけど、だいぶひっつくんですよね。ギューって引っ張られてる感じがあると思うんですけど、だからこう最後引っ張る時にも調整かけられるんですよ。このぐらい引っ張る、スポーンってパッて抜く時もあるんですよ。シャッて抜く時とかも、まあ、たまにあるんですけど、抜く時にはこうやって左手を押さえて調整かけながら、一番この引っ張りのいいところにこう、ここって決めてからもうすぐ抜き切れると思うんですけど、このぐらいですね。で、そうすると、右は抜きますね、今から。右は多分このぐらいでよかったと思うんですけどね。で、だいぶスベッとしました。引っかかりなくなる。ちょっと足の指動かしてみられますか？確かに左の親指がね、なんか動きすぎて変な感じ。こんなに動いとったっけあんたみたいな。そうそう、あんたこんなに動いとったっけみたいな感じですかね。なんか思わぬスピードで動いてる。あれみたいな。あれこんな動けたっけみたいな。なんかドアのこの引きノブの戸車か変えたらガラガラガラっていきますよね。なんかガタガタガタっていったのに、ガラガラあれみたいな。そういう感じかもしれないです。いや本当にだからここが朝から本当に引っかかってて、こっちに引っ張られてたやつが、あれ動きにくいってやつが、あれみたいな、いけるじゃんみたいな感じに。柳先生、最後もう一回ここからね、撮ってもらったら、多分ここの様子が変わってるの。本当にここもっと沈んでましたからね。まあ、動画だからこうビフォーアフターとか重ねられるかもしれませんけど、本当になんかここの様子が変わりましたよ。うん。うん、右もまあこんな感じですかね。うん。じゃあここ。
きました。はい。さあ、じゃあお灸も終わって、今感じどうですかね。なんかすごい指が動きやすくなったっていうああ、か。はい。そうそう。なんか結構表面の方本当になんかむくんでたんですけど。なんか確かにシュッとしましたね。そうそうそう。なんか表面の良くないものがこう取れて細くなったっていう感じです。見た目的にもなんかちょっと確かに細く2なった割、感じです。2、3、こことか細くなった感じしますよね。そうですよね2、3割ぐらい細くなった感じが。なんかそんな感じが。ここが一番今日はね、やっぱ大きかったですけど、親指のつながってる。ね、形なんか様子変わってますもんね。そうですね。いや、そうなんですよ。なんか全然動かしてる時の感じが違くて、なんかちょっと長くなった感じしますね。ありえると思います。ここからこう、例えば、だから足の指っていうのがこれだけの存在じゃなくて、まあひいては腰からなんですけど、まあ一番筋肉直接的に言うとここからここがこう一つの塊になってるんで、だから外反母趾とかね、あとは巻き爪の人とか、そういう人もだからなんていうんですか、爪も普通こういう形してるじゃないですか。綺麗なドーム型っていうのかな、こういう形してるんですけど、これが例えばこっから引っ張られるとこう絞られるでしょ、こうやって。そうすると巻き爪になっちゃうんですよ。ですから爪をこうなんかこう成形してとか、なんかワイヤー通してとかいうやり方もあるんですけど、鍼灸だとこうすぼまってる理由ここじゃないですかって言って、これがこのすねの筋肉なんですけど、この例えば人差し指がすぼまってたら人差し指をこう遡っていって、あ、ここじゃないで、大体そういうとこ押さえるとイタタタとかなるんですよね。こういう、そうですね。こういう、そうですね。これをだから針でグッとほどけてあげると引っ張られが解消して、この爪の本当に足の指の筋肉ってこの辺までついてるんで、本当にさっき人差し指って言いましたけど、ここのこれがいい状態だとこうゆったりと円形かまぼこ型するんだけど、これがギューってなるとシュッてすぼまっちゃう。そうすると爪がこう巻いちゃうっていうような感じで、やっぱちょっと針はなんていうのか、ちょっと離れたところ見たりするところあるんで、そういう見方にもなったり、外反母趾もだから親指のこうなっちゃってるのはここの引っ張りが弱いからっていうことで、ここの筋肉のこっちもそうかな、こことかこことかの筋肉の働きを良くしてあげると、こうだんだんみたいな、そういうアプローチに針だとなる感じですかね。足やってちょっと感じも変わったんですけど、なんかあんまりその力入んないっていうか、なんですかね、表面張ってるみたいな。あ、そうですか。重い感じがありましたね。右寄りでしたかね、さっき触ってらした。でもなんか重い。そうですね。なんかこの辺重たいですかね。なんかそんな感じしますね。ここの動き悪いかなっていう感じですね。じゃあ、うつ伏せになっていただいてね、それで拝見しました。